正直、この問題に正解はないんじゃないかって思うんだ。それに、真冬と真冬の家族のことだから、僕たちが口出しできる問題じゃないってことも。その上で、二人で考えてみたんだけど。本当なら、奏が言うような形が一番だとは思うんだ。お互いに、自分の気持ちとちゃんと向き合って、家族一緒にいられたならって。もし傷つけ合っても、ちゃんと話し合って前に進めるなら、それが一番いいって思うの。でも、今じゃなきゃダメなのかなって。どういうこと？私たちは話しか聞いてないけど、真冬の様子を見てると、お母さんと会うたびに傷ついてる気がするの。だからってわけじゃないんだけど。私と水木はの話なんだけどさ。少し前、水木がニーゴを離れてた時あったでしょ？あの時、私ずっと考えてたの。どうして水木を引き止めなかったんだろう。せめてあの瞬間、何か言えてたらって。でも今は、あの時、無理に話そうとしなくてよかったかもなって思うんだ。あの時の私は、まだ全然気持ちが整理できてなくてさ、水木の気持ちもちゃんと考えられてなかったし、自分自身どうしたいのかも。混乱して、よくわからなくなってたの。そんな状態で水木のそばにいたらきっと、もっと傷つけてたと思うんだ。それこそ、取り返しのつかないくらい。それは、僕も同じでさ、あの時、いろいろぐちゃぐちゃになってて、誰かの言葉を受け入れる余裕もなくなっちゃっててさ、多分、何を言われても、うまく受け入れられなかったんじゃないかって思うんだ。だから、なんて言うんだろう。ちゃんと向き合うのにも、時間が必要だと思うんだ。二人がちゃんと心を落ち着かせて、次の行動を決めるための時間が。だから、距離を置くっていう選択肢も、あるんじゃないかなって。もちろん、ずっととは言わないよ。でも、今の状況を、急いで何とかしようって思わなくても、いいんじゃないかって感じたんだ。時間と距離があれば、自分の心を整理できるんじゃないかって思うし。もしかしたら離れてる間に、お互い人間的に成長できるかもしれないしね。成長。確かに、真冬のお母さんは、最初に会った時とこの前会った時だと、印象が違った。離れてる時間の中で、心境に変化があったのかも。でも、一緒にいられる方法はないのかな。二人はお互いに一緒にいたくて愛し合ってるから、二人ともそうしたいって思ってるだろうし、家族なんだから。
今すぐは難しいんじゃないかな。私は真冬とは違って父親のことは嫌いだったんだけどさ。そのせいで見えてなかったものとか逆に見ないようにしてた気持ちがあったなって最近になってようやく気づけたんだ。だからやっぱり自分の考えを変えるのってすごく大変なんだって思うの。それに、真冬も、きっとお母さんも、頑張って向き合ってるけど、向き合うたびに、傷が深くなることもあるかもって思って。もしかしたら、向き合うことで変わっていくこともあるのかもしれないけどね。それは、僕たちにはわからないよ。ただ、ずっと向き合い続けるって選択肢以外も、あるんじゃないかなってことを伝えたかったんだ。そっか。確かに、そうだ。怖いって気持ちも、お母さんを大事に思う気持ちも、真冬の心のすごく深い場所にあって、きっと簡単には変えられない。私は、本当は家族なら一緒にいられる形で解決できればいいと思ってた。お互いに愛してるのなら、きっと、一緒にいるのが一番幸せだって。だけど、どうするのが一番いいんだろう。私は。ごめんね。こんな話しちゃって。でも、これは本当に僕たちの考えで、正しいってわけじゃないと思うから。うん。わかってる。でも、話してくれて助かったよ。私だけだと、本当にわからなかったから。ただ、これを真冬にどういう風に言えばいいのか、そもそも伝えるべきなのかどうか悩んでるの。これを真冬に伝えたら、真冬の人生が変わっちゃうかもしれないし。だけど、奏には伝えておこうと思って。ありがとう。私も、どうするのがいいのか考えてみる。じゃあ、僕たちは作業に戻るね。真冬も待ってると思うし。うん。ありがとう。それじゃあ。奏待って。え？気負いすぎないでね。真冬を救うために頑張ってる奏のことは尊敬してるよ。でも自分のことも大事にしてね。それだけが奏の幸せじゃないんだから。何かあったらいつでも話を聞くから。それだけ。じゃあね。いつか奏ちゃんも自分自身の人生を歩むのよ。誰にも縛られない奏ちゃんだけの人生を。私は。真冬に曲を作らなくてもよくなったら、どうするの？私と、真冬は、
ちゃんと考えなきゃ。真冬が救われるにはどうすれば一番いいのか。エナが言ったことも、水木が言ったことも、それに、ルカが言ったことも。ちゃんと考えて、答えを出さなきゃ。